ラストがやっぱりいつもワクワクさせてくるんだよねってことで、今回もですね、久しぶりにヤシャ姫が表紙になっております。サンデースーパー11月号に掲載されております漫画版汎用のヤシャ姫25の章騎士の話していきたいかなと思います。その前にこれもいつも通りなんですが、ちょっと前の話振り返っていきますと、次の目的地である桐丸の城に向かうため、海を渡ることになる三姫なんですが、しかしその海にはですね、妖怪和田摘槌が住み着いておりましたよと。なんでね、その海の妖怪退治をなりわいとしているしおりさん船団と一緒に海の妖怪を倒しに行ってくるわけなんですが、その戦いの中でトワさんがね、石化されてしまいましたねっていう話からの、今回25話になってくるので、やはりと言うべきか、今回の話ではこの和田摘槌を倒すっていうのがね、物語のメインになっておりました。でもまあこの妖怪強力なね、この石化能力であったり、神の名をね、冠していたりはするんですが、この妖怪自体が別に特別な存在っていうことでもありませんでしたので、物語的にはそこまで重要視するところなかった回なのかなと思われるかもなんですが、でもね、いろいろと見ていくと面白いところあったのかなと思いますので、話していきますと、まずそのトワさんの石化状態についてですね、これ前に僕そのゆかりの断ち切りでね、この石化状態もこう解除していくのかなとか思っていたんですが、結果を言うとその和田摘槌を倒すと石化が解けるっていうことでした。でその倒すところではやはりね、そのゆかりの断ち切りの持つ見えないものを断ち切る力でね、和田摘槌の力の源を断ち切っていきます。で、ここで終わればアニメと同じような展開になっていくんですが、やっぱり椎名先生、そこにプラスで、しおりさんの音を操る力がね、今回大活躍しておりまして、このですね、離れた相手とも会話ができる能力、やはりその情報戦こそ最強の武器であるとドクターストーンの千空さんもね、言っておりましたので、それが使える上に個々の力をまとめ上げることができる、そのしおりさんのリーダーシップ能力っていうのも相まってね、解決することのできた回だったのかなというところでございました。そして次にですね、リクさんがトアの騎士になるというね、話がありまして、でも今回トワさんって結局石化されただけでいいところなかったのかなと思うんですけども、21話にありましたゼロさんとの戦いのところでね、アニメ同等以上にですね、リクさんがそのゼロから罵倒をすげえ受けた時に、そのトワさんがかばってくれたというか、こう怒ってくれ、そして仲間だとね、言ってくれたよっていうところで、これがそのこれまでね、キリン丸側であるっていうことをずっと隠しながらですね、ある意味三姫を騙していたにもかかわらず、その許してくれたねというトワさんの持つ優しさ力にね、触れたよっていうところと、一応そのけじめ的な部分、そして今回ですね、そのトワを守るためにですね、リクさん自身がこう力を発揮することができたという、その心からトワのために動くことができるっていうところに気づけたよっていうことでね、騎士になることになりましたよっていうお話。そしてこの騎士というところが急に出てきたものなので、今後なんかね、複製になるのかなと思ったりしたんですけども、これがその椎名先生曰く、ちょっと前にね、高橋留美子先生が受訓したシュバリエ勲章っていうのがね、フランスのね、勲章であるんですけど、それを受訓したっていうところから、インスパイアを受けて、で、そのシュバリエっていうのが騎士っていう意味もありますので、ここら辺がきっかけで今回このね、騎士という話を思いついた、みたいな話をしていたんですけど、もしかしたら今後ね、なんか、これに関する話があるかもしれませんので、覚えていてもいいかもというところでございます。そしてね、最後に話していきたいのは、もちろん、琥珀翡翠の再登場のところでございます。先に旅に出たヤシャ姫たちよりも、その先回りして到着している点に関しては、三姫がね、いろいろ足止めを食らっていたというか、ゼロとかね、コントンさんと戦いの中で、ここも堺のところまで、たどり着いたというところがあるので、戦いを終えてね、堺に到着したっていうところがあるし、あとおそらく、そのキララに乗ってね、到着しているのかなと思いますので、そもそも移動速度の差があったので、その結果ね、先に来られているのかなというところよな。でね、気になるのが、このどういう理由でね、来てくれたのかっていうのはまだちょっとわかんないんですけど、でもいるっていうことはこれから旅にね、加入してくるのかもっていうところでございます。でもやっぱりでもなかなかね、リク・リオンさんもいますので、ここからさらに2人追加するっていうのは、ちょっと人数ね、物語的に多いような感じがあるかなっていうのと、そもそも翡翠さんに関しては、こう、ついてくる気はあったんだけど、その、刹那からね、女だけの方が都合がいいというのと、人間より強い力を持つ汎用に、人間の護衛なんてそもそも必要ないよね、足手まといだよね、っていう風に言われてしまっての、翡翠さんお留守番だったのを考えますと、やっぱりその今回ね、何かしら一つイベント、大きな話があって、そこだけのね、こともなのかなってとこですね。でも結局今ね、リクさんとかいるし、今回の話でね、トワの騎士にね、なったっていうのを見ます
と、もしかしたら翡翠さんが刹那の騎士となり、ついてくるというね、ところもあるかもしれませんっていうとこで、個人的な意見はというと、翡翠さんね、アニメよりも漫画版ですと、刹那への恋心がね、強めに描かれておりますので、どちらかというと、その家族愛の面が強かったアニメでは見られなかった汎用の夜叉姫がですね、翡翠さんがいることで見れてくるんではないのかなという期待がね、ちょっとあったりします。やっぱり犬夜叉ってね、恋愛漫画でもありますしね。そしてもちろんですね、翡翠さんではない琥珀さんもね、加入してほしいなっていうのあるんですけど、やっぱ翡翠以上にね、難しいところはありますよね。そもそもタイジアの里の長でありますので、現段階でいること自体がちょっとね、危ういみたいな話がね、次回とかであったりするかもしれないんですけど、でもその1話だけのね、ゲストキャラでも、いや、ゲストキャラだからこそしおりさんのようにですね、何かしら大きな見せ場、この漫画版でのね、琥珀さんっていうのは殺生丸、犬夜叉たちに恩を返せるのならば、首を差し出すことさえ全然厭いませんよという覚悟を持ってますので、そこら辺を踏まえたとこでのその琥珀さんの行動がね、いろいろあるのかなとか気になりますねというところで、今回は漫画版汎用の夜叉姫25の章騎士の話でございました。